ブレーメンの音楽隊。昔、ある男が一頭のロバを飼っていました。ロバは長い年月、麦の袋を水車小屋へ運んできましたが、とうとう体が衰えてきて、今では思うように働けなくなりました。そこで主人はロバをお払い箱にしようと考え始めました。するとロバは風向きが悪くなったことに気がついて家を出ることにしました。そしてブレーメンの町を目指して歩き出しました。そこへ行けば町の音楽隊に雇ってもらえるだろうと思ったからです。ロバがしばらく行くと一匹の猟犬に会いました。猟犬はまるで長い道を走ってきたように息も絶え絶えに道端にうずくまっていました。や、どうしたんだい？噛みつき屋の旦那、そんなにはあはああえいで。どうもこうもないよ。わしは今じゃ年をとって日増しに体が弱くなってな。狩りに出てもまともに獲物を追えなくなっちまった。それで主人はわしを殺そうとしたんだ。だから逃げ出してきたってわけさ。だがこれから先どうやって行けばいいもんやら。それだったらお前さん、とロバは言いました。僕はブレーメンへ行って町の音楽隊に入ろうと思っているんだ。よかったら一緒に行って音楽をやらないか？僕はリュートが弾けるし、お前さんは太鼓を叩けばいい。猟犬はそれに賛成して、ロバと一緒に歩き出しました。少し行くと2匹は1匹の猫に会いました。猫はもう3日も雨が降り続いたかのようにしょぼくれて、道に座り込んでいました。おや、何をそんなにしけているんだね、ひげ猫さん。とロバは言いました。自分の命が危ないって時にご機嫌でいられるやつがいたらお目にかかりたいもんだ。と猫は答えました。私は年をとって歯は弱くなっちまうし、この頃はネズミを追い回すより、オーブンのそばでゴロゴロ喉を鳴らしている方が良くなってきてね。するとおかみさんはそんな私を川へ投げ込もうとするんだ。それでやっとこさ逃げてきたんだよ。でもね、これから先どうすればよいのやら。それじゃあ僕たちと一緒にブレーメンへ行こうよ、とロバが言いました。その町で音楽隊に入ることにしよう。あんたは夜の調べが得意じゃないか。猫はそれは良い考えだと思い、2匹と一緒に行くことにしました。その後、旅の道連れの3匹が、とある屋敷の庭のそばを通ると、1羽のおんどりが垣根に止まって声を限りに鳴いていました。君の鳴き声は骨の髄まで染み通るな、とロバは言いました。一体どうしたんだね？おんどりは答えました。良いお天気になると知らせているのさ。何せ今日は聖母マリアの祝日で、マリア様が幼子イエスの肌着という肌着を洗って乾かす日だからね。だけどそれだけじゃない。明日の日曜の朝にはこの家にたくさんのお客が来るんだが、おかみさんが料理番に言うことには、この俺をスープにしろってんだよ。それで俺は今夜首をちょん切られてしまうんだ。だから泣けるうちに喉も裂けようと思う存分泣いているのさ。どうやら君は僕たちと来るのがいいようだね、おんどりとさかくん。とロバは言いました。僕たちはブレーメンへ行くところなんだ。
どっちに転んだって死ぬよりはましなことが決まっているさ。君の声は大したもんだし、僕たちで音楽をやればきっと一旗あげられるよ。それでオンドリは賛成し、4匹は連れ立って歩き出しました。けれどブレーメンへはとても一日では行けません。夕闇が迫る頃、一行は森に差し掛かりましたので、そこで夜を明かすことにしました。ロバと犬は大きな木の下に横になり、猫は木の枝に登りました。オンドリはといえば、木の枝の先に止まりました。そこがオンドリには一番安心できるところだからです。オンドリは眠る前にもう一度くるっと四方を見回しました。すると森の向こうに小さな明かりが見えました。オンドリは仲間に明かりが見えるからそう遠くないところに家がありそうだと言いました。するとロバが言いました。それならここを引き払ってそこまで行くのが良さそうだ。この宿は居心地満点というわけでもないからね。犬はそこにちょっと肉がついている骨が2、3本あればなお申し分ないんだがなと思いました。みんなは明かりが見える方へ進みました。明かりは少しずつ大きくなり、次第に明るくなりました。やがてこうこうと火の灯る家に着きました。それは泥棒たちの家でした。4匹の中で一番背の高いロバが窓に近づいて中を覗きました。一体何が見えるんだねと犬が尋ねました。何が見えるかだってとロバが答えました。うまそうな食べ物や飲み物が並んだテーブルが見えるよ。それに泥棒たちがテーブルを囲んでえらく上機嫌でやっているよ。そいつは俺たちにおあつらえ向きじゃないかとオンドリが言いました。そう、その通り。僕たちもあのテーブルに着きたいもんだとロバが言いました。そこで4匹はどうしたらあの泥棒たちを家から追っ払えられるかを相談し、ついにうまい方法を考えつきました。まずロバが窓枠に足をかけ、次に犬がロバの背中に登り、猫は犬の上に飛び乗って、最後にオンドリが猫の頭に止まりました。準備が整うと4匹は合図とともに音楽を始めました。ロバはヒーホーと鳴き、犬はウーワンと吠え、猫はニャーゴと鳴き、オンドリはコケコッコーと勝ち時を上げました。それから4匹は窓を破って部屋の中へなだれ込みました。泥棒たちはこのゾッとするような物音に震え上がり、化け物が出たとばかりに肝を潰して一目散に森の中へ逃げ込みました。そこで4匹はテーブルにつき、残っているごちそうをたらふく食べました。まるで1ヶ月の間お腹を空かせていたみたいに。4匹は食事が済むと明かりを消して、めいめいが眠るのに落ち着く場所を探しました。ロバは庭の藁の山に、犬は戸の陰に、猫は炉端の暖かい灰のそばに丸くなり、オンドリは屋根裏に泊まりました。そしてみんなは長い道中の疲れでたちまちぐっすり眠ってしまいました。真夜中近くになって泥棒たちが遠くから家を伺うと、明かりは消え、辺りはしんと静まり返っています。泥棒の頭は、何もあんな風に淡くって逃げ出すことはなかったんじゃないかと
手下の一人に様子を探りに行かせました。そこで手下は出かけましたが、家はひっそりとしていて物音一つしません。手下は台所に入って明かりをつけようとしました。そしてギラギラと燃えるように光っている猫の目を燃えさしの石炭と間違え、火をつけようとマッチを押し付けました。けれどそんな冗談は猫には通じません。猫は手下の顔に飛びかかり、ふーっとうなって爪で引っかきました。たまげた手下は悲鳴を上げ、裏口から逃げ出そうとしました。けれどそこに寝ていた犬が飛び起きて、手下の足にがぶりとかぶりつきました。そして手下が庭を走って藁の山を通り過ぎようとすると、ロバが後ろ足で力いっぱい蹴飛ばしました。おんどりはこの騒ぎで目を覚まし、間髪入れず、コケコッコと泣きました。手下は命からがら頭の元へ帰るとこう言いました。ぶったまげましたぜお頭。あの家には恐ろしい魔女がいやす。そいつは足に息を吐きかけ、長い爪で顔を引っかきやした。それに戸口にはナイフを持った男がいて、あっしの足をぐさりとやりやがったんで。庭には真っ黒い化け物がいて、棍棒であっしを嫌というほどぶん殴りやがるし、おまけに屋根の上には裁判官が座っていて、この悪党を連れてこいって怒鳴るんでさ、あっしはもうすっ飛んで逃げてきやした。それからというもの、泥棒たちは二度とその家に寄りつこうとしませんでした。一方、4匹のブレーメンの音楽隊はその家がすっかり気に入ってずっとそこで暮らすことにしました。おしまい。